ルッカー歴2ヶ月、元タブロー運用者がそれぞれの良さを語りますというタイトルで、クラスメソッドの相良が発表させていただきます。まず、簡単に私の紹介をします。私の名前は相良聡と申します。クラスメソッドでの所属はデータアナリティクス事業本部、ソリューション部に在籍しており、2020年9月の入社です。現在の主な担当製品はルッカーで、ルック ML ディベロッパーというルッカーの認定資格も入社月の2020年9月に取得しております。また、クラスメソッドに入社する前の2020年8月までは、メーカーでタブローを中心としたデータ基盤の運用と活用推進を担当していました。具体的には、組織内の業務に関わるデータ整備、タブローデスクトップやタブロープレップの研修を企画、開催などを行っていました。続いて、本セッションで話すことについて説明します。話す内容としては、タブロー、ルッカー、どちらも経験した人間が感じる一人の BI 担当者目線での各ツールの良さとなります。クラスメソッド入社前まで、私は BI ツールの経験はタブローしかなく、本当にタブローだけしか知見がありませんでした。しかし、クラスメソッドに入社後、ルッカーを触ってみて、同じ BI ツールといえど、タブローと全くコンセプトが異なるツールであり、タブローにはないルッカーの良さを感じました。一方、ルッカーを知ったことで、タブローはここが強みだったんだな、と、ルッカーにはないタブローの良さを感じることもありました。こういったところからタブローとルッカー、それぞれ違う良さがあると感じているため、今日はタブローとルッカー、それぞれの良さをお話ししたいと思います。一方、逆にホッセンションで話さないことについてお話しします。まず、タブローとルッカーの使い方をお話ししません。それぞれ使い方に関しては、トレーニングや公式ドキュメントもあるため、そちらを参照していただければと思います。また、タブローとルッカーの料金についてもお話ししません。どちらのツールも一概にライセンスいくつでいくらと回答できるものではなく、どうしても要件に応じて構成が変わり、料金が変わってくるものです。そのため、料金が気になる場合には、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。次に、今日のアジェンダになります。まず、タブローとルッカー、それぞれについて簡単に製品紹介をさせていただき、その後、それぞれのツールの良さについて、グラフ作成、データ関係、開発環境という3つの観点に分けて説明します。その後にタブローとルッカー、どっちを入れるべきかという点について個人的な見解を述べて本セッションをまとめたいと思います。では早速、タブローとルッカーについてそれぞれ簡単に製品紹介をさせていただきます。まず、タブローについての説明です。一番の特徴はデータの可視化がノーコードでできる点ですね。分析したいフィールドを選ぶだけでタブローが自動で棒グラフや折れ線グラフなど選ばれたフィールドに合ったグラフをタブロー側で決めて可視化してくれるため、ざっとデータの特徴を知りたいときにとても便利です。次に対応しているデータの種類が豊富だということです。オンプレミス上の DB からクラウド上の DWH まで含め幅広く対応しているだけでなく、Excel や CSV などといったローカルファイルにも対応しています。また、タブローは用途別にソフトが分かれているのも特徴です。データ加工時はタブロープレップ、グラフ作成時はタブローデスクトップ、他の方へのグラフの共有時はタブローサーバーなど、それぞれの用途に応じたソフトを使用する必要があります。次に、ルッカーについて説明します。一番の特徴は、ルッカーでグラフ作成を行うには、LookML というルッカー独自の言語を用いてデータモデリングを行うことが必須であることです。これだけ聞くと、なんだルッカーめんどくさいのかと思われてしまう方がいるかもしれませんが、データモデリングを介することで、グラフを作成するユーザーに対して使用してもらうデータのガバナンスを図れることがルッカーの強みです。また、ルッカーはクラウド上のデータウェアハウスやデータベースを使用することが前提であることも特徴の一つです。ルッカー自体にデータを格納することはなく、ルッカー上で定義されたデータモデリングの内容に応じて、接続先のデータウェアハウスやデータベースに対してクエリを発行し、取得したデータをもとにデータの可視化を行うという流れがルッカーの特徴です。また、ルッカーはタブローと違ってデータの接続、モデリング、可視化、他の方への共有までをすべてブラウザ上で完結することができるのも特徴の一つです。続いて、本セッションの本題であるタブロー、ルッカー、それぞれの良さについて説明していきたいと思います。まず、どういった観点でタブローとルッカーの良さを説明していくのか、観点を説明します。今回は、グラフ作成、データ関係、開発環境という3つの観点で説明していきます。1つ目のグラフ作成については、タブローもルッカーも BI ツールですので、データから知見を得るためのグラフを作成する機能が備わっています。一概にグラフを作成するといっても、作るときの手順や細かい機能周りには違いがありますので、その違いを踏まえて、それぞれの良さを説明していきたいと思います。2つ目のデータ関係については、グラフを作るためにはどうしても何かしらのデータが必要となってきますので、そのデータに関わる仕様の違いなどを説明していきます。3つ目の開発環境については、
グラフ作成や必要なデータの準備にあたっての各ツールを用いた開発時の環境周りについて説明します。特に BI ツールを用いたダッシュボードの作成は、一度作って終わりということはなく、定期的に見直しをしてより良くしていく必要があるため、バージョン管理や複数人での作業などが必要となってくることが多いです。これら3つの観点をベースとして、タブロー、ルッカー、それぞれの良さを説明していきたいと思います。まず、グラフ作成に関してタブローの良さを説明していきます。まず、タブローにおけるグラフ作成のいい点として、合計、平均、中央値など集計方法の切り替えがとても容易であることが挙げられます。タブローでは数値型のデータをメジャーとして定義することで、そのメジャーをグラフ上に用いたときに自動で集計されるようになっています。デフォルトの集計方法は合計なのですが、このスライドの左側の図のように、合計、平均、中央値、カウント、最小値などなど多くの集計方法に変更することができ、その変更も対象の集計方法をクリックするだけで行うことができます。これがどういった時に役立つのかというと、右図のようにある分析者が探索的なデータ分析を行っている時に役に立ちます。探索的なデータ分析を行う際には、一つの数値型のフィールドについて様々な集計方法から見てみたくなるものです。まず平均値で見て、平均値だけだとデータの偏りがあった場合の影響が大きいので、中央値で見て、といった形で様々な集計方法で見てみたくなります。タブローではこういった探索的なデータ分析を行いたいとき、集計方法の切り替えがとても容易なため、スムーズにデータ分析を行うことができます。続いて、タブローはデータのプロット数に限界がないということです。例えば、秒単位の時系列のログデータや数十万規模の商品別データを分析したいとき、関係する数万から数十万行のデータをすべてグラフ上にプロットしたい場合があると思います。タブローではこのスライドの図のように、数万から数十万行のデータをすべてプロットした上で、時系列データの折れ線グラフや散布図を作ることができます。これにより、時系列の IoT データなどで異常値を見たり、散布図で利益率が悪い商品グループの傾向を確認したりなど、より細かなデータ分析を行うことができます。なぜこのプロット数に限界がないということを一つ特徴として挙げたのかというと、例えば、ルッカーは一つのグラフ上でプロットできる点の数が現状の使用上5000までと決まっています。ルッカーは接続先のデータは何千万行でも何億行でも問題ないのですが、クエリを発行して集計された結果が5000行以内でないと可視化ができないという特徴があります。そのため、データのプロット数に限界がないというタブローの特徴は、ルッカーにはない一つの武器であるため、今回紹介させていただきました。ただ、プロットできるデータに制限がないといっても、点の数が数百万、数千万規模になると、どうしても動作は重くなるため、ご注意いただければと思います。一方で、グラフ作成に関するタブローの弱みも一つだけ説明させていただきます。それは、タブローサーバーでの共有時、タブローデスクトップでの表示と変わることがたまにあることです。具体的にはこのスライドの図のように、テキスト内での開業の位置がずれることがたまにあるといったことが挙げられます。こちらについて私も正直明確な原因が分かっていないのですが、タブローデスクトップのクライアント PC にインストールされたソフトウェアを介してグラフを見るのに対し、タブローサーバーがインターネットブラウザを介してグラフを見るため、この環境の違いから発生するのではないかと私は予想しています。この現象について、企業によっては全く問題ないとするところもあれば、必ず開業の位置は直すように修正すべきという企業さんもいると思います。様々だと思います。もし修正する場合には、都度タブローデスクトップ側でテキストボックスの大きさを変更したりといった微調整が必要となりますので、ご注意ください。続いて、グラフ作成に関して、ルッカーの良さを説明していきます。まず、ルッカーの製品説明でも少し触れた点ではありますが、ルック ML を用いたデータモデルの定義により、誰がグラフを作っても定義がぶれないという点が、ルッカーのグラフ作成の良さとして挙げられます。このスライドでは、ルッカーとタブローそれぞれにおいて複数のフィールドを用いた演算が必要なフィールドを BI ツール上で定義しないとグラフが作れない場合に起こり得る例を説明します。この例では、消費税込み単価というフィールドを新しく定義したいとします。消費税込み単価は仕入れ単価と販管費を足した後に消費税率を掛け算することで正しい値を出すことができるとします。まず、左側のルッカーにおいては、必ず定義されたデータモデルを使用しないとグラフを作れないため、データモデル上で消費税込み単価というフィールドを定義しておけば、誰がグラフを作成しても消費税込み単価の定義がぶれずにグラフを作成することができます。一方、右側のタブローの場合は、それぞれのユーザーの環境から直接データベアハウスにつなげて、それぞれで消費税込み単価を定義する必要があります。その時に、例えば、ある日は正しく消費税込み単価を定義していても、別の人は販管費を足し忘れてしまい、同じ消費税込み単価という名前といえど、
作った人によって定義が異なり、違う値を示してしまうということが起こる可能性があります。こういった理由から、誰がグラフを作っても定義がぶれないというのは、ルッカー特有の良さであると感じています。次に、個人の主観も強いかもしれないですが、ルッカーはグラフを作成するエクスプロアの UI がシンプルで、グラフの作成手順が分かりやすいということが挙げられます。このスライド上の図がルッカーでのグラフ作成画面になるのですが、簡単なルッカーでのグラフ作成の流れとして、まず左側のフィールドピッカーと呼ばれるルック ML で定めたフィールドがずらっと並んだ一覧の中から使いたい項目を選んで右上の欄を押し、その後ビジュアライゼーションという欄から好きなグラフの形を選ぶ。これだけで簡単なグラフであれば作ることができます。棒グラフ内で色分けしての積み上げ棒グラフなどをやりたい場合には、ピボットを用いたり、右上のエディットから設定が必要だったりしますが、タブローから BI ツールを覚えた私のような人間からすると、選べるオプションの数が少ないので、シンプルにグラフを作ることができるという印象を受けています。次に、ルッカーのグラフ作成で逆に弱みと感じるところを一つだけ説明させていただきます。それは少しフィールドを追加、削除するだけでも、ルック ML での編集が必須であることです。例えば、このスライドの例をご覧ください。先ほどのタブローの例では、分析者が1人で様々な集計方法への変換を自分1人で行っていましたが、ルッカーの場合、ルック ML で平均値、中央値、標準偏差など、それぞれに対応するフィールドを用意しておかないと、すぐに集計方法を変えることができません。このスライドのようなケースでは、探索的なデータ分析が主体となるデータモデルで、フィールドを十分に用意していないと起こり得るケースかと思います。そのため、分析者がどういった分析をするのか想定した上で、想定される集計方法のフィールドを事前にデータモデル開発者が用意しておくのが良いと思います。次に、データ関係でのそれぞれのツールの良さの説明に移ります。まずはじめに、タブローのデータ関係における良さを説明します。まず、タブローのデータ関係の良さとして、ローカルファイルからクラウドサービスまで幅広いデータに対応していることが挙げられます。例えば、まだデータウェアハウスなどに各システムのデータが整備されていない状態でも、システムからデータを Excel や CSV の形式でダウンロードできるという場合は多いと思います。そういったときにタブローならばダウンロードしたデータを用いてグラフを作成することができます。加えて、タブローはローカルファイル同士の結合も可能なので、Excel で複数のファイルのデータを VLOOKUP 関数などを用いて参照してデータをまとめるという提携業務があった場合でも、それはタブローで置き換えることも可能な場合があると思います。一方で、レッドシフトやスノーフレークなどのクラウドのデータウェアハウスのサービスとも接続が可能なため、クラウドのデータウェアハウスとローカルファイルが混在している環境であっても、タブローはどちらにも対応することができます。こういった点から対応しているデータの種類が多いため、多様な状況に対応して業務に落とし込みやすいことがタブローの大きなメリットだと私は考えています。次に挙げられるタブローのデータ関係の良さは、タブローに最適化した抽出ファイルにより、データ分析をより高速に実施可能であるということです。一つ前のスライドの説明で、ローカルファイル同士の結合も可能であるとお伝えしましたが、Excel ファイルを複数タブロー上で結合した場合、データの内容にもよりますが、結合処理や大抵動作がとても重くなるため、タブローの動作が遅くなってしまうことがあります。そんな時、タブローでは抽出ファイルというタブローに最適化したデータ形式に変換することができます。この抽出ファイルのいい点は、複数ファイルのデータを結合していた場合、結合した結果を抽出ファイルに変換することができる点です。これにより、負荷のかかる結合処理をなくした上で、タブロー用にデータを最適化できるため、複数ファイルのデータを結合していた場合でも、タブローの動作速度を早く快適に保つことができます。データの内容にもよるのですが、個人的な体感としては、抽出ファイルの内容が100から200万件くらいのデータボリュームなら、例えば CPU が i5 でメモリが8ギガくらいの一般的なノートパソコンなら問題なく動く印象です。一方で、データ関係でのタブローで少し弱いと感じるところも説明します。それは、ワークブック、データソースの種類が多く、それらの内容を知らないとトラブルの原因となる場合があることです。ここでは実際に私が経験したことのあるトラブルについて説明します。タブローでは、ダッシュボードやグラフをまとめたファイルのことをワークブックと呼ぶのですが、そのワークブックには TWB と TWBX という2種類のファイルに分けられます。このうち TWBX はデータも合わせて保存する形式であり、接続先のファイルが更新されても、タブロー内でデータの更新処理を別途行わないと、タブロー上のダッシュボードの内容が更新されないという特徴があります。この仕様を理解しているユーザーならば良いのですが、こういった細かい仕様を全ユーザーが理解している現場はとても稀だと思います。
私も実際にこのスライドのようにワークブックの拡張子が TWBX であるのに、接続先の Excel を更新したけどデータ更新されないよという問い合わせを受けた経験が何回かあります。タブローは他にもデータソース周りでもファイルの種類が多いため、思わぬところでトラブルに発展することがある場合があるということを私は感じています。続いて、Looker のデータ関係の良さについて説明をしていきます。まず、Looker のデータ関係の良さとして挙げられる点は、Looker は接続したデータウェアハウス、データベースを用いたデータモデルのみ使用可能のため、データにガバナンスが効くということです。こちらも一つ例を用いて説明したいと思います。例えば、ある販売管理システムのデータを使用してグラフを作りたいとします。Looker の場合は、必ずデータモデルを返さないとグラフを作ることができないため、どんなユーザーであっても必ず定義されたデータモデルを使う必要があります。このため、販売管理システムを用いたデータモデルが複数存在するなどのイレギュラーがない限り、販売管理システムのデータを一つだけ存在することになり、ガバナンスが効いた状態となります。一方、タブローの場合は、タブローデスクトップを持つユーザーならば、システムからダウンロードしたデータを用いてグラフを作ることもできるため、データウェアハウスに保存されたデータを使用したグラフ、またはダウンロードしたデータを使用したグラフといった形で、データの種類としては1種類のはずなのに、鮮度が異なるデータが複数タブローサーバー上に存在することが起こり得ます。これが原因で、各グラフを閲覧するユーザーの中で混乱が生じてしまい、トラブルに発展する可能性もあります。Looker はシステムの使用でデータガバナンスを効かせられるということが私は強みだと感じています。次のデータ関係の Looker の良さは、パフォーマンスチューニングは基本的に接続先のデータウェアハウス、データベースを意識して対策すれば良いということです。これはなぜかというと、Looker が接続先のデータを用いてグラフを表示する際に、Looker 内で行われる処理が基本的にはデータウェアハウス、データベースへのクエリ発行と、グラフを表示する際のレンダリング処理のみだからです。このため、Looker の動作が遅いと感じたら、発行されているクエリの内容でデータベース側が重くなる要因がないか、同時に実行されている処理がないかなどを確認しながら対策を打てば、大抵のことは解決すると思います。一方、タブローの場合、接続先のデータウェアハウス、データベースへクエリを発行するケースもありますが、先ほどタブローの良さで説明した抽出ファイルを用いた場合、タブローサーバー内で発行されたクエリのデータ処理を行います。このため、抽出ファイルを多用しているタブローサーバーの場合、タブローサーバー側のパフォーマンスを見なければいけません。このため、Looker はグラフ表示に至るまでの処理の流れがシンプルであり、パフォーマンスチューニングの際もデータウェアハウス、データベース側を意識すればよく、タブローに比べシンプルに対処できると感じています。一方、Looker がデータ関係で少し弱いと感じる点を説明します。それは、Looker はローカルファイルが使えないため、クラウド上にデータウェアハウス、データベースがあるのが前提のツールであるということです。例えば、先ほどタブローの良さで説明したような、システムからダウンロードした Excel や CSV をさっと結合して分析するといったことは Looker では不可能です。Looker はこのスライドの OK 例として示しているような、スノーフレーク、レッドシフトなどといったデータウェアハウスや RDS やクラウド SQL を用いたデータベースでないと使用することができません。Looker を導入する際は、この点を特にご注意いただければと思います。続いて、開発環境に関する各 BI ツールの良さの説明に移ります。まずは、タブローの開発環境についての良さの説明となります。タブローの開発環境の良さの一つ目は、基本的にデータの加工から共有までノンコーディングで対応可能であるということです。BI ツールを活用する際は、グラフを作成するために必要なデータを用意するためのデータ加工、実際にグラフを作成してのデータ分析、分析を行った結果の共有というプロセスが一般的です。タブローを使用する場合は、データ加工はタブロープレップ、データ分析はタブローデスクトップ、結果の共有はタブローサーバーといった形で、すべてノンコーディングで実施が可能です。加えて、タブローはどの製品もインターフェースが直感的で分かりやすいため、これまであまりデータ分析系のツールに触れていなかった人でも習得しやすいツールだと感じています。次のタブローの開発環境における良さは、インターネットに接続しなくてもデータの加工から分析が行えるということです。例えば、Looker の場合は、クラウド型の SaaS であるため、インターネットにつながっていないと基本的に何もすることができません。一方、タブローは、クライアント PC にソフトをインストールしてデータの加工から分析が行えるため、事前にローカル環境にデータを用意しておけば、インターネットがなくとも分析作業を行うことができます。また、少し変わった例かもしれませんが、タブローサーバーで作成したダッシュボードのデモを行おうと考えていたとき、
社内のネット環境などが原因でタブローサーバーの動作が遅いとき、直前でタブローデスクトップでデモを行うことに変更し、ダッシュボードの動作を見せるといったことも可能です。何か特別なイベントの際に限ってトラブルなど起こる場合があるため、そういったときに別の対処方法があるというのは強いと思います。一方で、開発環境でのタブローの少し弱いと感じるところを説明します。タブローは各ダッシュボードなどを一つのファイルとして保存するため、ファイルの運用の仕方によっては、どれが最新版のファイルかわからなくなるといったことが起こり得ます。このスライドの左側の図は極端な例ですが、この図のようにファイルのネーミングが広かったり、一つのフォルダ内にこれまでのすべてのワークブックファイルが格納されていると、どのファイルを使えばよいのかわからなくなってしまう場合があります。この対策としては、このスライドの右側のように運用ルールを明確にする必要があると考えています。これは一つの例ですが、レポート1種類ごとにフォルダを作り、そのフォルダの中でさらに古いファイルを保存するオールドフォルダ、作業中でまだ完成していないファイルを保存する作業中フォルダと分ければ、どのファイルを使えばよいか分からなくなるような混乱は避けられると思います。続いて、Looker における開発環境の良さを説明していきます。Looker における開発環境の良さの一つ目は、Git が使えるため、データモデルやダッシュボードのバージョン管理が楽であるということです。Git はプログラムのソースコードのバージョン管理などで主に使用されますが、Looker は必ず GitHub などのリモートリポジトリと連携させる必要があるという特徴があります。Looker は LookML を用いてデータモデルを定義することが大きな特徴の一つですが、GUI で作成したダッシュボードも LookML のファイルとして保存することができます。そのためデータモデルだけでなく、ダッシュボードも Git でバージョン管理することができます。また、Git なので当然ですが、もし間違って対象のファイルを削除してしまったり、誤ったコードを本番環境にマージしてしまったとしても、履歴をたどって元に戻すことができるため、いざという時のトラブルにも強いです。一方で Git と聞くと細かなコマンドを覚えていないと使えないのではと思われる方もいるかもしれませんが、細かなコマンド操作は不要で、Looker の GUI 上でブランチを切ったり、リモートリポジトリからコードをプルすることができます。特にブランチに関しては、Looker 側が自動で自分専用のブランチを切ってくれるため、他の方の作業中のコードや本番環境に影響を及ぼすことなく開発作業に集中することができます。次の Looker における開発環境の良さは、Looker はグラフを作成する画面が全ユーザーで統一されているということです。例えば、Looker の場合は、データモデルを開発できるユーザーでも、グラフの作成だけができるユーザーでも、グラフを作る画面は同じ画面となります。一方で、タブローの場合、ユーザーに付与したライセンスによっては、タブローデスクトップとタブローサーバー、どちらでもグラフを作成できる人、またはタブローサーバーだけでグラフを作成できる人と2パターンに分かれる場合があります。この時、タブローデスクトップとタブローサーバーでは、グラフの作成画面の UI が異なったり、一部機能に差があります。このため、普段タブローデスクトップを使用している人がタブローサーバーだけ使えるユーザーに使い方を教育しようとすると、UI が違くて教える際に戸惑ったりするといったことが起きる場合もあります。Looker は作成画面が統一されているため、こういった問題が起きないことは一つ Looker の良さかなと感じています。一方で、Looker の開発環境における弱みは、LookML の書き方と Looker 用語の習得が必要であることだと感じています。どのツールでも習得のプロセスは必要だと思いますが、Looker の場合は LookML の書き方と Looker の用語や概念を知っていないと何もできないこともあり、少なくともタブローよりは学習コストが高いかなと感じています。ここでは私が Looker を約2ヶ月ほど触って感じていることをお話ししたいと思います。まず、LookML については、SQL やデータ加工の経験があれば、基本的なエクスプローラーでのビューでのフィールドの定義などは問題なくできると感じています。また、LookML を書く際には専用の ID があるのですが、この ID はコロンを入力すると使用可能なパラメータがすべて表示されるなど、サジェスト機能が優秀でとても便利だと感じています。一方で、ダッシュボード同士のリンクやフィルターできる値の内容を動的に変更したい場合などは、LookML で少し込み入った記述をする必要があり、少し手間取ることもあるかもしれません。ここまでそれぞれのツールの良さと一部弱いと感じる点についてお話ししてきましたが、タブローとルッカー、どちらを入れればいいのと感じる方もいると思います。そういった方に向けて、私の個人的な見解をここでお話ししたいと思います。この表が、私の個人的な見解のまとめとなります。ここはちょっとまとめ的な内容のため、字が細かくなってしまっている点だけご了承ください。まず私の見解としては、タブローとルッカー、どちらにも違った良さがあるため、解決したい課題や今後の方向性をもとに選定すべきだと感じています。
とは言っても抽象的すぎて、もう少し具体的に3つの観点からお話ししたいと思います。まず、作成するコンテンツという観点からお話しします。タブローはすぐに集計方法を切り替えたり、新しいフィールドの定義も容易であるため、試行錯誤を繰り返す探索的なデータ分析に向いていると感じています。一方、ルッカーは複雑な指標を誰がグラフを作成するときでもブレずに定義ができるため、評価指標が定まった組織向けの定型レポートなどに向いていると感じています。次に、データ関係の状況という観点からお話しします。まず、タブローはローカルの Excel や CSV に対応できる点が強みのため、こういったローカルファイルが中心かつ、今後もオンプレミス環境が中心と考えているならば、タブローの方が向いていると感じます。一方、ルッカーはクラウド上のデータウェアハウスやデータベースを使うことが前提なため、その環境が整っているのであれば、クラウド環境をフル活用してルッカーを入れても良いと感じています。また、すでに他の BI ツールを入れていて、データ関係のガバナンスに苦労している状況であれば、一度ルッカーを試してみても良いのではと感じます。最後に、組織と開発者の状況という観点からお話しします。まず、タブローは開発者用のライセンス1つからも始めることができ、トライアルも個人レベルで容易に行うことができます。そのため、タブローは BI ツールをスモールスタートで始めたいという方に向いていると感じています。一方、ルッカーは組織として BI ツールを導入したいときに、システムの仕組みでデータのガバナンスを図ることができるため、組織的な導入の際には、ルッカーの方が向いていると思います。一つ、ルッカーを導入する際の注意点としては、ルッカーは LookML を書いてデータモデルを定義できる担当者が必ず必要となります。ルッカーでデータモデルを管理できる担当者、またはチームを準備できるということも、ルッカーを導入する上で重要なポイントになると思います。先ほどのスライドではどちらか一方を入れたい場合の個人的な見解を述べましたが、私はどちらを入れるのも正直ありだと感じています。なぜならタブローとルッカーは同じ BI ツールといえど、コンセプトが全く異なる製品だと感じているからです。そのため、それぞれの長所を生かして、タブローは個人ごとにローカルファイルも含めてデータをこねくり回して分析したいときに使い、ルッカーは組織向けに指標を統制したダッシュボードを構築したいときに使うというのもありだと感じています。または、このスライドの下部の図のように、ルッカーでモデリングしたデータを API を介してタブローで用いてグラフを可視化するという点もありだと思います。こちらについて詳しくは、弊社の玉井が2020年6月に Developers IO Connect というクラスメソッド主催のイベントで登壇しておりますので、より詳しく知りたい方は、このスライドの左下の URL からご確認ください。それでは最後のまとめに移りたいと思います。今日のセッションの中でタブローとルッカー、それぞれの良さをお話ししましたが、最後に忘れてはいけないことをこのスライドでお伝えしたいと思います。まず、BI ツールを入れたいと考えているならば、解決したい課題や導入の目的があるはずだと思います。例えば、定型レポートの作成作業を自動化したいとか、すでに BI ツールを入れているがデータのガバナンスが取れず苦労しているなどが簡単な例として挙げられます。この例だとまだ抽象的ですが、こういった課題や目的をより具体的にした上で、現在世の中にある BI ツールからどれが最適なのかを検討し、時代に合ったツールを導入するのがベストだと私は考えています。こんなこと当たり前じゃんと思われるかもしれませんが、ツールの検討を進めていく中でいろいろな情報が入ってくると、当初の目的がおろそかになってしまうことは意外とあるものです。この点だけぜひ忘れずに押さえていただければと思います。最後に、弊社では取り扱っているデータ基盤周りの製品について紹介をさせていただきます。このスライドの図は各種データベースや SaaS から BI ツール等でデータを活用するまでのデータ基盤の一通りの流れを表しています。弊社では BI ツールのタブローとルッカーの他に AWS のデータ関係のサービス、CS アナリティクス、ファイブトラン、スノーフレーク、アルタリックスなどを取り扱っており、データ基盤全体を通したご提案が可能です。データ基盤周りで悩みがあれば、ぜひ弊社へお問い合わせいただければと思います。また、スノーフレーク、ファイブトラン、AWS の AI サービスについては、この後にもセッションがありますので、こちらもどうぞご覧いただければと思います。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。